おはようございます。メリカミ太一です。今日は以前にも紹介したことがありますけども、改めて違う角度で撮り直した牛フィレ肉の掃除を紹介したいと思います。以前に紹介した時は、前方から撮った動画で少し見にくい部分もあったと思います。今回は、真上からと、あとフィッセルのかけ方は横から撮っていますので、より分かりやすいと思います。それでは牛フィレ肉の掃除一緒にしていきましょう。まずこのように牛フィレ肉、右上の方が太くなっていて、細くなっている方が左下になります。太くなっている方が牛の体でいうお尻側についていて、細い方が頭側を向いています。まず手で取れる筋、脂の部分は手で取り除きます。続いて筋を包丁を使って取っていきたいと思います。この時今包丁を入れている部分が筋の薄くなっている部分から分厚い筋の方に向けて筋を取っていきます。この筋を引く作業ですけども、反対側分厚い方から薄い方にすると、フィレ肉が毛羽立って表面がざらついてきれいになりません。なので薄い方から包丁を入れて分厚い筋の方に向けて筋を引いていきます。この時筋を引っ張りながら包丁を筋に沿わしながらやると筋に肉が残りにくいです。次は側面の方の脂筋を取っていきます。この時ですけども、自分が作業しやすい向きになるように肉を動かして作業してください。このように側面についている脂の部分を剥ぎ取っていきます。先ほど筋を取る時に説明した時は反対方向に包丁を動かしていました。ですがこの側面と裏面に関してはこの向きで包丁を動かして肉を掃除してもフィレの肉が毛羽立つことがありません。なのでよく切れる包丁を使ってきれいに脂筋を取り除いていきます。それでは続いてフィレの裏の部分、肋骨についている部分の掃除をしていきます。このように階段状になっていますので、ある程度きれいに形になるように肉と脂の部分を切っていきます。この部分も非常にソテーなどしたら非常に美味しいので、捨てずに置いておいてください。もちろん筋、脂もですね、銃などを取るときに使いますので置いておいてください。この部分ですけども結構中まで筋が入り込んでいます。なのでほどほどのところでやめます。フィレ肉全般的ですけども、買ってきた時もし真空されているのであれば前もって袋から開けて冷蔵庫で乾かしておいた方がいいです。その時も結構ドリップ血が入ってますので、それをよく拭き取ってから冷蔵庫で網の上などに置いて乾かすとより美味しくなります。
これぐらいまできれいに掃除できたら OK です。あとシェフの好みにもよりますけども、もっときれいに取る人もいますし、ある程度残してる人もいます。あとはこのようにちょっと筋がある部分をきれいに肉の形を成形しながらきれいに削いでいきます。それではフィレ肉の方、カットしていきたいと思います。あまり薄すぎてもやはり美味しくないので、せっかく美味しいフィレ肉なのである程度分厚めにしています。今回サイズはだいたい 150g ぐらいのフィレ肉になっています。それでは続いてフィッセルという作業をしていきます。タコ糸を使って肉を縛って肉の形を整える作業のことを言います。上の方から糸を通して徐々に下まで巻いていきます。その後結びますけども、この時1回2回糸をくぐって結びます。こうするともう1回肩結びせずにきっちりと糸が止まります。こうするとあと焼き終わった時に片方の糸を引っ張るだけで簡単に糸が外れます。続いて横から写した映像で見てもらいます。このように上から始めてだんだん下に下ろしていって、あとはくくるだけになります。やはりフィッセルをかける必要性ですけども、まず形がきれいに整うということがまず一つ、あと火の入りが均一になりやすいというのがもう一つですね。あと最終的に肉の縮みが少なくて焼き上がった時に柔らかく仕上がります。見てもらったら分かるように3つとも同じ形をしています。そうすると火を入れる時に同じ火の入り方、吸湿温で入れやすいのでフィッセルする効果があると思います。以前にも牛フィレの掃除、フィッセルの仕方は動画で上げていますので、そちらと見比べながら参考にしてください。あと肉の焼き方も他に動画を用意しますので、そちらを見てください。やはり牛フィレ肉は簡単に手に入りにくいですし、量も大きくて値段もいくと思います。ですので練習するのであれば、形が全く一緒の四つ足の動物のフィレ、例えば豚、もしくは子牛のフィレを使えば練習になると思います。それではお疲れ様でした。ボナペティ。